皆さんこんばんは。ワイワイニュース山崎です。今日は2019年の9月の12日木曜日ですね。時間がまたしても大幅に遅れまして、日本時間の夜の9時34分ということで1時間ちょっと遅れました。申し訳ありません。今日のメインテーマですけど、このコメント欄にアップしましたように、日本のマスコミがミッドウェー海戦大本営発表並みに事実をねじ曲げた嘘を垂れ流して世論誘導している典型的な記事を以下に、紹介するというのが今日のメインテーマです。今日のワイワイニュースライブは通算で2850回になりましたね。ということで、今月のおそらく9月の27日じゃないですかね、12年前ですから2007年の9月の27日にこの、ブログを開始したんですね。ですからブログ開始から満12年経つということなんですね。今月の9月の27日で、満12年になるということで、ブログの記事の通算の数ですけど、3239という数字になっています。そしてこのワイワイニュースライブ自体は2012年6月の25日に開始しましたんで、ちょうど満7年ですね、になるということですね。放送の音声も映像も問題なく配信されているということで、今日の放送を始めたいと思います。最初はですね、昨日の水曜日、普通日語放送で取り上げましたメインテーマ、日本とフランスが現在直面している共通の問題とは何かというテーマだったんですけど、それの YouTube 向けの表紙をですね、このように作っていただきました。プロブレムコマンauquel le Japon et la France sont confrontés かというフランス語のタイトルですね。そして背景はジレジョンヌ運動の人たちがちょうどあれですね、コンコルド広場、コンコルドじゃない、凱旋門で、を背にして機動隊に、投石をしていると、激しい戦いに挑んでいるというあれですね、写真ですね。で現時点での視聴者数は普通日語放送ですので少ないんですね。ツイキャスが139名様、 YouTube が362ですから、全部で現時点で501名様というふうになっています。それと昨日のブログの記事のフランス語のブログ記事をですね、私が定期購読してますフランスの調査報道ネット新聞メディアパールに、投稿したんですね。ということで、この投稿したフランス語のブログ記事の URL を後で記しますということです。それから昨日の放送の中で、ミルキーさんがですね、マクロン大統領の肖像画を視聴者から取り外そうというジレジョンヌの新しい運動が始まっているというコメントいただいたんですね。で現時点で130枚の肖像画が壁から外されたと。いいですね。確かにそうですね。フランスの場合は大統領の肖像写真がですね、各
市長地方自治体の市長室かなんかに飾られてると思うんですけど、それをもう積極的に取り外すという運動が始まっているということですね。ということです。これをアップしますね。で、現時点での視聴者数が501名様と。ことですね。そして、昨日のフランス語のブログ記事をメディアパールに投稿しましたということで、その URL名前がアカウントの名前をですね、ひこちゃん山崎にしたんですね。なぜかというと、マクロン批判をしたのかなそうですね。マクロンはロシアの国際金マフィアの代理人であると。おそらくそれが原因で、禁止処分になっちゃったんですね。アカウント禁止。それで新たにアカウントを取り直した時にひこちゃん山崎の名前を登録したということで、名前がひこちゃん山崎になっています。メディアパールという非常に調査報道では定評のあるフランスのネット新聞ですね。ということです。そして今日の画像ですけど、第4次安倍内閣が発足したっていうね、こんな内閣取り上げる価値ないんですけど、とりあえずこういう顔ぶれということですね。で、これは日本会議改憲内閣だということですね。それから今日のメインテーマで、ミッドウェー海戦のミッドウェーの海戦で大敗北をしたにもかかわらず大本営発表では大勝利だということで提灯行列まで出たんですね。全く真逆な情報操作をしたということで、今回の今日のメインテーマはまさにミッドウェー海戦の大本営発表並みに大嘘をついたというふうにというのが今日のメインテーマなんですけど、その中に、取り上げたミッドウェー海戦の損害が一体どのぐらいになっているかというのを画像として取り上げたんですね。で、損害なんです。で、こっち側が日本海軍、こっち側がアメリカ海軍ということで、もう完敗なんですね。日本は航空母艦が4、巡洋艦1隻沈没ですよ。日本の海軍は当時航空母艦を6艘しか持ってなかったですね。そのうち4艘沈没されたということで、もう完全に、機能麻痺に陥ったんですね。その他に、巡洋艦10巡洋艦1艘大破、駆逐艦1艘中破、戦死3057人、航空搭乗乗員戦死者110名ということなんですね。それで航空機が航空母艦の甲板に待機してた戦闘機が270機破壊されたんですね。で航空機の搭乗員の戦死者が110名ですから、要するに飛び立つ前に一方的にやられたということを物語ってるんですね、これ。
ですからこれだけの大敗北を喫しても大本営は大勝利だと、敵の航空母艦1艘を沈没させたということで、確かにアメリカ側の損害として航空母艦1艘、駆逐艦1艘沈没、戦死が307と、航空機搭乗員戦死は172ということなんですね。これを大嘘をついて、国民を騙したということなんです。これは1942年の6月なんですね。ですから本来だったらこの段階でもう海軍はほぼ機動性を失っているということなんですね。でこれ以降、要するに制海権を失うわけですね。制海権を失うということは制空権も失うということで、兵士を南方に、連れて行っただけで、その後の補給が制海権、制空権がないですから補給できないと、弾薬食料の補給できないということで、送られた兵士は現地で調達する、そう簡単に調達なんかできないんですね。ということで、日本軍の戦死者の8割は餓死とか病気で、亡くなっていると。戦闘で亡くなった人は 2割弱しかいないという悲惨な状態になったのは、まさにこの1942年6月のミッドウェー海戦で、もうこの段階で敗北を認めてですね、戦争をやめればよかったんですよ。昭和天皇裕仁が全ての、統治権、それから統帥権、戒厳令権、議会解散権、議会招集権、立法権、ありとあらゆる世俗的な権力を一身に集めた大元帥昭和天皇裕仁がこの段階でやめれば、320万人の日本国民、民間とそれから軍人ですね、そして、アジア太平洋諸国民5000万人が殺されるということがなかったんですよ。原爆の投下もないと。から日本の都市200カ所100万人を焼き殺したルメイによる空襲もなかったんですね。ということです。皆さんからのコメントですね。高橋三平さん、コンティニューコイン2枚ですね。それから砂月金さん、これは毎回ありがとうございます。定番ですね。初めて、ご覧の方へということで、山崎氏のキャスは一言一行コメントが集団嵐行為があってから禁止と。このキャスの目的は情報の拡散&共有、ご賛同ならツイッター連携で拡散共有をお願いしますということですね。そして砂月金さん、今日のメインテーマですね。日本のマスコミがミッドウェー海戦大本営発表並みに事実をねじ曲げた嘘を垂れ流して世論誘導している典型的な記事をいかに紹介するという今日のメインテーマのをリツイートしてくれましたね。初耳さん、コンティニューコインが2枚、3枚、4枚、5枚、6枚ですね。いつもありがとうございます。配信ありがとうございます。から小霊白さんかな、お茶爆天配信ありがとうございます。ミルキーさん、コンティニューコインですね。から初耳さんが今日のメインテーマをリツイートしてくれてます。ミルキーさんがお茶ですね。石森さんが山崎康彦ワイワイニュースライ配信スタートしましたと。から石森さんがお茶配信ありがとうございます。K さんがコンティニューコインと。ミルキーさん、首相の自殺の原因は貧困が原因ですと。世界的レベルで貧困と貧富の差が進んだ結果、世界権力者の人口削減計画に思われますがと
いうことで、ミルキーさん自殺で戦争より多くの人命が奪われていると。から自殺によって戦争より多い人が人命が失われていると。世界では40秒に1人、そうですね、 WHO 昨日おととい取り上げましたね。自ら命を絶っていると。世界保健機構がそうした報告書をまとめたと。同機関は各国政府に対し直ちに自殺予防計画を策定するように促したと。だからその原因である貧困貧富の差の撲滅こそが解決策ですよね。から砂関さん、野党大構成向けの安倍人事と本沢二郎の日本の風景3431号ですね。から砂月さん、アメリカ人は911事件の欺瞞に騙された時国を失った。マスコミに載らない海外記事、9月12日付ですね。毎日なんか更新してますね、この人はね。からもう一人のガリレオ嘘平成海援隊 BBS 政治議論室という砂月さんですか。そしてミルキーさん、黄色ベスト運動がこれですね、昨日ですね。面白いですね。どんどん要するに大統領として認めないと。だから肖像がなんか飾る必要ないということでしょうね。ということです。ヨーヨーさんコンティニューコインですね。ということで次に今日の一言ですね。今日の一言はおとといかな、取り上げたと思うんですけど、いわゆるカルト宗教幸福の科学大川隆法がとんでもないですね、香港のアグネス・チョウさんの霊言、でっち上げ霊言を発表したというリテラの記事、批判記事、これを取り上げたと思うんですけど、その中にですね、大川隆法の長男大川康弘、こういう長男がいて、途中まで親父についてたんですけど、あまりにも嘘っぱちだと、騙しがひどいということで、父親を見限ったんですね。で彼の言葉がこのリテラの記事の中に、載ってましたんで、父親の霊言について、彼の言葉を今日の一言で取り上げたということです。で1、アグネス・チョウさんはかなりの人気の方なのでしょうねと。だからこの人に乗っかっておけば人気が取れんじゃないかみたいな、そういう浅はかな理由で劉邦がこの人を利用しようとしているだろうなというところですねと。から2番目、この劉邦の霊言シリーズっていうのは本当にいつもそうでございまして、結局劉邦の画壇飲水なわけですよ。この場合で言ったら幸福実現党にとって有利になるようなことを言うためにアグネス・チョウさんを利用したと。数字を取ろうとしていると。姑息なやり方ですよねと。3つ目、何回も言ってるんですけど、霊言というのは劉邦の妄想なんで、これは全くそもそも事実無根ですので、霊言というのは嘘ですよと。はっきり言えば嘘と。嘘なんですよ。4番目、アグネス・チョウさんについては本人が明確に嫌だと言ってるわけなので、幸福の科学としてはこの習近平 VS アグネス・チョウ守護霊バトルは即刻発刊停止して、幸福の科学の公式ホームページに大川隆法の名前で謝罪文を掲載すべきだと僕は思いますということで、まともなこと言ってるんですね。だからとんでもない親父持っちゃったんですね、この人はね。ということです。ということで何でしたっけ。
今読んだところをちょっとアップしますかね。今日の一言。よくこんな嘘800を信じる信者がいるもんですね。それでお布施、高い金踏んだくられて、それが彼らの無税ですから、活動の源泉になっているということで、至る所にあるんですよね。幸福実現党の本部があるんですね。この富士吉田にもあるんですよね。で毎回選挙に、立候補者出してるんですけど、ほとんど誰も一人もいないんじゃないですか。地方議員で何人かいるんですかね。ということは、幸福の科学信者数が1000万とか2000万っていう大嘘言ってますけど、1000万2000万の信者がいればですね、もう国会議員が100人ぐらい当選してるはずですよね。だから大嘘なんでしょ。せいぜい、数万人しかいないんじゃないですか。でこういう嘘を霊言シリーズで、嘘をばらまいているということで、どんどん信者が離れていくということで、あと数年で、潰れるでしょうね、これはね。ということで、息子さんの言葉です。要するに人気のある人が注目する人を呼び出して、人の霊を呼び出して、霊っていうのは亡くなった人のこと言うんじゃないですかね。生きてる人の霊を呼び出すって一体どういうことなんですかね。そもそもそれ自体が矛盾してますよね。霊っていうのは死者ですよ。死者の霊がよみがえるというのは分かるんですけど、生きてる人間の霊を呼び出すって一体どういうことなんですかね。これ自体がまやかしでしょ。もう末期段階に来てるんでしょうね、大川商法が。要するに自分たちに利用できる、注目される人があれば誰でも霊を呼び出して、嘘100嘘100発100嘘100発嘘100発何でもありと。そんなものを出版して高い金払って買う人がいるっていうのは不思議ですよね。要するに嘘なんですよ。この霊言集っていうのは嘘だと息子が言ってるんですからね。大川隆法の妄想なんだと。で正式に謝罪すべきだと。出版はやめるべきだと。おそらく大川隆法にとって長男を次の総裁にして、家族血族で、この、カルト宗教を延命させようと考えたんですけど、さすがの長男もこんなバカらしいということでたもとを分かったんですね。嘘800ですね。はい、ありがとうございます。ということです。橋本徹が裁判で勝訴の判決、これも今日取り上げますけど、大阪地裁ですね。
そんなことは普通まともな裁判官がいればありえないですよ。要するに忖度してるんですよ。ということです。今日の一言ですね。そして今日の注目情報、これは長州新聞の記者の対談なんですね。旧植民地主義の亡霊との対決と、74年前に引き戻すなと、本誌記者座談会ということですね。74年前っていうのは、今年が2019年引く74、1945年か、敗戦の時ですね。長州新聞、なかなか中身が濃い、ABC の3人の記者の対談形式なんですね。でこの中で、例の1965年に日韓で締結された日韓基本条約、これによって当時のお金で9億ドルを日本が韓国のパク・ヒョンヒ、パク・クネのお父さんですよね、に支払ったということで、安倍はですね、いわゆるそれで全ての賠償が終わったんだと。徴用工裁判で個人が先般企業を訴えて、先般企業が敗訴して賠償金を支払うという個人請求なんか、もう1965年の日韓基本条約ではできないことになってんだって大嘘をついてですね、それがきっかけになってここまでですね、最悪の日韓関係に自ら引き込んだっていうのは彼なんですね。なぜかというのは、この日韓基本条約を結んだのが岸信介なんですね。岸信介とそれから相手のパク・ヒョンヒ、大統領、パク・ヒョンヒっていうのは戦前は日本の陸軍士官学校に留学してた植民地、朝鮮のエリート軍人だったんですね。ですから岸信介にとってはまさに、その時満州国の実質的な首相だったんで、部下なんですよ。それで9億ドルの賠償金を支払うと。それもからくりがあって ODA 方式で、いわゆる三菱重工とか等々の大企業がその金目当てにさまざまな韓国での公共事業をして、還流させると。そして、一部の金が岸信介自民党の懐に転がり込むという構図なんですね。ですから安倍晋三がこの徴用工問題でここまで、強引にですね、個人請求はもうなかったんだと。あくまでもこの日韓基本条約で全て解決してんだというふうに言い張ってるのは、自分の尊敬する岸信介祖父が締結した条約だからなんですよ。彼はものすごくそういう意味で、血族岸信介の血脈を最重要視してるんですよね。でそれにイチャモンをつけたムン・ジェイン大統領は許せないというところから徹底的に、反韓国喧嘩感情を煽り立ててここまで、対立構造を作り上げたと。だから意図的にやってるんですよ。パク・チョンヒですね。こういうことなんですね。でそのことが言われていると。それからこの莫大なですね賠償金をめぐって、具体的にその当時、日本と韓国で動いてたのが満州鉄道
当時の満鉄の諜報員たちだと。彼らが戦後電通にほとんど満鉄の職員が雇われて、電通っていうのはもともとは満州帝国通信社という、謀略組織だったんですね。通信社の名前を語った謀略組織で、満鉄もそうですけど、謀略組織の中で、いわゆる CIA みたいなスパイ諜報何でもやるような人材が大挙して電通に、採用されて、戦後の日本の、権力中枢を占めてたと、こういうことがこの座談会の中で言われてるんですね。ちなみに、満鉄調査部の人員は戦後電通がごっそりと引き取ったと、メディアを支配する電通の今につながるルーツでもあるということですね。それから岸信介が CIA エージェントだったとはっきり言ってるんですね。笹川財団の笹川、右翼のドンといわれる児玉、それからもうアメリカのCIA のスパイだったと。から大本営発表を主導した朝日新聞の尾形武虎や読売新聞の正力増田野などもCIA のエージェントになっていると。戦後ですね。そうなんですよ。だから大手マスコミが一切、表に出さないことがこの座談会の中で暴露されてますね。僕らにとっては常識なんですけど。ということで、このぜひ長いんですよね。長州新聞の記事って長いんですよ。これをぜひ、お読みください。北に対しては戦後賠償は手つかずですね。でこれ岸信介の手先で動いたのが瀬島隆三ですよ。彼はパク・ヒョンヒの陸軍士官学校の上官だったんですよね。だから通過なんですよね。岸信介から瀬島隆三が日本側で、韓国側がパク・ヒョンヒという構図の中で巨額な賠償金が山分けされたということでしょうね。砂月さん、百田の日本国旗も同じくということですね。嘘800、はい。ということで、この長州新聞 URL を貼り付けましたんで、ぜひお読みください。そして今日の推奨本の朗読ですね。今日は第18回目ですね。ジム・ロディアーズ氏著日本への警告ということで、第2章、日本人が今克服すべき課題ということで、今日読むところはリストラを逃れた方が不安ということで、4ページかな、ちょっと長いですね。ここを今日読みますね。リストラを逃れた方が不安と。まだまだ老後まで何十年も残る日本の若者にはさらに選択肢があると。毎月の給料の一部を海外の株式や ETF、上場投資信託などに投資をするという方法も有効だが、できることなら長期間海外に身を置く経験を積んでもらいたいと。ある調査によると、中国における日本人留学生の数はここ数年増加傾向にあるが、半数以上が1ヶ月未満の短期留学にとどまっているというと。図217年と。一方、
1年以上にわたる長期留学をする学生は 1% にも満たないと。これは日本に留学する中国人留学生のうち2割強が大学院生として日本を訪れているのと対照的だと。日本からの海外留学者の数を増やすことも大切だが、長く海外に身を置く経験をさせ、海外と接するマインドを育てることも同時に必要だと。この点は日本政府は教育機関において、改善すべきことと考えられると。で、グローバルに活躍するためには海外で仕事をする経験を培うことが必要だと。そうすれば日本と海外のビジネスの違いもよく理解できるだろうと。日本の雇用状況については時折日本の知人から教えてもらっているが、問題を感じる点が少なくないと。例えば近年は改善されてきているようだが、ゼネラリストが重んじられる傾向があり、一つの会社に身を置きながらさまざまなタイプの仕事を経験させるという古いやり方だと。こうしたやり方は終身雇用が前提だったかつての日本企業では有効だったかもしれないが、現代にはフィットしないと。なぜならその仕組み上、社内のルールや人間関係に長けた人間ばかりが重用されることになるからだと。今は会社がいつなくなってもおかしくない時代であると。シャープが台湾の鴻海精密工業の子会社になったように、海外資本によって全く違うルールが導入される可能性もあると。従来の手法ではこのような環境変化が起きたとき、過去のスキルやノウハウが応用できないといった事態にもなりかねないと。海外でビジネスをする経験を積めば、日本に帰ってからも活躍できる可能性が高まると。海外には終身雇用などないと。ほとんどの人々が別の会社に移ることを想定して、スキルやノウハウを培っていると。こうしたやり方に日本人が学ぶところは少なくないはずだと。そういえば最近このような話を聞いたと。日本では大手企業によるリストラが増えており、最近は45歳くらいの中堅の正社員もターゲットになっているというのだと。2018年から19年にかけて NEC やカシオ計算機、富士通といった東証一部上場企業が揃ってリストラを発表し、こうした時代の動向はまだ続くことが予想されると。このような企業は終身雇用に裏打ちされた安定企業だったはずなのだが、知人の話では多くの日本企業では今、実はリストラを逃れた側の社員の方がリストラを受けた社員よりも大きな不安を抱えているらしいと。このまま会社に残っていても幸福にはならないことがなんとなく感じられるのだろうかと。そうした不安を感じるのであれば、日本の中ではなく海外に目を向けて留学や転職を考えてみることを進めると。仮に定年まで今の会社に勤めることができたとしても、その後の人生もあるのだから選択肢は多く持っておいた方がいいと。定年後に途方に暮れる日本人は少なくないと。趣味もスキルもなく友人もいないのであれば、それは無理からぬことだと。チャレンジしてみようと。私は日本の先行きについては現状のままでは暗い見通ししか持てないが、日本人の能力が劣っているとは全く考えてないと。できると思えば案外できるものだと。たとえ英語を使うのに自信がなくともコミュニケーション力をつければ活躍できる場所は海外にいくらでもあると。まともなこと言ってますね。ということで、明日金曜日、次のところですね。日本企業は昔ながらの高品質を武器にせよというところですね。からその次がマニュアル主義を見直せ。それから海外でビジネスをする人の足を引っ張るな。からお金の使い方は首相より国民が知っていると。から農業の可能性に目を向けよと。からアジアから押し寄せる観光客に商機を見出せというところですね。ということで、まともなことを言ってますよね。ということです。何でしたっけ。
そして今日のメインテーマですね。そっか。今読んだところのタイトルだけでもアップしておきます。長州新聞の座談会の中のポイントだけでもいくつかアップしますかね。どうでしたっけ。これか。満鉄調査部の人間は戦後電通がごっそりと引き取ったと。メディアを支配する電通の今につながるルーツであると。そうなんですよ。それから徴用工問題にしても植民地支配の清算について、拒否して向き合わないのは僕のじいちゃんは悪くないが影響しているのは間違いないと。根っこにあるのは植民地支配を正当化したいし、そうしなければ自らを否定することにつながるという意識と。安倍晋三の意識ですね。これは当たってるですよね。僕のじいちゃんは悪くないんだと。これでしょうね。パク・ヒョンヒと岸との関係、これですね。岸信介などは占領時代の上司みたいなもんだと。それから ODA か。今回問題になっているのは三菱重工だが、それこそこの業界で見ても筑豊の炭鉱で麻生財閥がどれだけの朝鮮人をこき使ったかと。これまで1万5,000人使ってたんですね。それで麻生炭鉱が今に続く財閥にのし上がった原資はそこにあるんですよ。奴隷労働によって朝鮮、強制労働朝鮮人の強制労働者1万人から1万5,000人をこき使った結果なんですね、これ。で、宇部の調整炭鉱もしかり、そこでどれだけの朝鮮人甲府が死んでいったかを考えないといけないと。あの戦争でひどいことをした連中、企業が償いなど何もしてないと、けじめをつけていないのは事実なんだと。これですよね。
ということです。人の不幸が飯の種と、インチキ宗教、行政がきめ細かくカバーすれば不要ということですね。ということです。今日のメインテーマですね。日本のマスコミが戦前のミッドウェー海戦大本営発表並みに事実をねじ曲げた嘘を垂れ流して世論誘導している典型的な記事を以下に紹介するというのが今日のメインテーマなんですね。で、なぜかというと、時事通信社は昨日付9月11日記事で WTO 世界貿易機関上級審は韓国が日本製の産業用空気圧バブルに課した追加関税について WTO 協定違反とする再判断を下したとの内容を報道したと。昨日付の時事通信なんですね。で、この時事通信の記事を元にして朝日新聞、テレビ朝日、産経新聞、フジテレビ、日刊現代などの日本のマスコミは韓国の反ダンピング課税は WTO 違反、日本の勝訴が確定したと一斉に報道したと。しかし同じテーマを扱っている韓国ハンギョレ新聞の今日付ですね、9月12日付の記事、日本製空気圧バルブ関税 WTO 紛争で韓国が判定勝ちを読むと、日本のマスコミが一斉に報道したような日本の干渉ではなく、13個の争点のうち10個で韓国が勝ち、3個で日本が勝ったことが分かると。これが事実なんですね。すなわち日本が勝訴したのは13個の争点のうちの3個だけで、日本のマスコミはこの3個の勝利だけを取り上げて10個の敗訴を隠して日本が干渉したと報道したということですね。だからハンギョレ新聞のこの記事を読まないと、日本が勝ったというミッドウェー海戦と同じように大敗北したにもかかわらず勝ったと提灯行列するような感じになってるはずなんですね。だから韓国ハンギョレ新聞が韓国が判定勝ちを収めたと報じたのは正しいんですね。要するに13のうち10が韓国で3が日本が勝ったということで判定勝ちなんですよ。で、日本のマスコミは事実を曲げて嘘を垂れ流しても読者にはバレないと思ってるだろうが、1947年6月のミッドウェー海戦の大敗北を大勝利と大嘘をついて大本営報道した戦前と違って、今はインターネットのおかげで嘘はすぐバレるんだと。日本のマスコミが安倍自公政権の外部に敵を作るというファシスト戦略に加担して、韓国を敵にして反韓感情を煽り愛国心を刺激して意図的な世論誘導していることがすぐバレたんだということなのね。だから戦前でインターネットのない世界はバレないんですよ。隠せんですよ、真実は。でも今はインターネットであらゆる情報を検索できるということなんで、確かな目があればですね、この嘘がすぐ見抜けるということなのね。それで参照記事として、この時事通信ですね、昨日付の WTO 最終審で日本勝訴と韓国バルブ関税は違反と、この記事、そして参照記事2としてこの時事通信の記事を元にして、朝日が韓国の反ダンピング課税は WTO 違反と、日本の勝訴が確定という記事を流したんですね。それから同じように日韓現代もバブル追加関税で WTO が韓国に是正勧告と、日韓対立にまた火種という、これ全部、時事通信の配信記事を元にして
書いたんですね。から同じように、FNN フジテレビフジニュースネットワークですね。これが、WTO 日清も日本が勝訴韓国バルブ関税に是正勧告と、そして産経新聞同じ富士産経グループ WTO 韓国のバルブ課税賠償に是正勧告日本の勝訴確定と、この4つのタイトルと日付と媒体の名前とそれから URL、 これを参照記事の2としてまとめたんですね。で参照記事の3として、ハンギョレ新聞日本製空気圧バルブ関税 WTO 紛争で韓国が判定勝ちという、これが事実なんですね。10勝3敗ですから判定勝ちなんですね。ハンギョレ新聞の内容をこの参照記事3で、アップしたんですね。で参照記事4として先ほどお見せしたミッドウェー海戦、これの日本海軍とアメリカ海軍の損害の具体的な事実を画像として出し、そしてウィキペディアの抜粋でミッドウェー海戦とは一体何なのかというのを簡単に取り上げてるんですね。ミッドウェー海戦、英語ではバトル・オブ・ミッドウェイは太平洋戦争、大東亜戦争中の1942年昭和17年6月5日から7日にかけてミッドウェー島付近で行われた海戦と、同島攻略を目指す日本海軍をアメリカ海軍が迎え撃つ形で発生し、日本海軍機動部隊とアメリカ海軍機動部隊およびミッドウェー島基地航空部隊との航空戦の結果、日本海軍は投入した空母4艘すべて主力空母とその搭載機約290機、そうですね、290機のすべてを喪失する大接戦となり、大敗戦となり、以降残る主力空母はこの作戦に参加しなかった2艘のみとなったと。ミッドウェー海戦は MI 作戦というミッドウェー島の攻略、米空母部隊撃滅を目的とした日本の作戦はこの敗北で中止されたと、こういうことなんですね。だからこのミッドウェー海戦の日本海軍の壊滅的な大敗北を大勝利というふうに大本営は発表して、日本国民を全て騙して勝利の提灯行列まで組織させたというのと全く同じ図式なんですね。この韓国が日本製の空気圧バルブに対して、ダンピングしてるからということで、追加関税を課したことに対して WTO の2審最終審が13の項目の中で10項目に関しては韓国側が勝利し、3項目だけは日本側が勝利したということなんですけど、日本のメディアは全て日本が勝訴したんだという嘘のですね、報道をしているということなんですね。ヨーヨーさん、コンティニューコインとお茶ですね。配信ありがとうございますと。中319さん、オウム真理教の林医師も死亡事故を起こしてしまい、宗教探し求めて最終的にたどり着いた結果であったのがオウムだったと。宗教を逆手に取るやつら極悪人とローマ帝国が始まりという中319さんですね。だからそうなんですよね。何らかのその心の隙間に入り込むんですよね、カルト宗教っていうのは。そして洗脳していくという
ことで、やはり、自分自身の考えをですねしっかりと持たないと、心が弱ってる時につけ込まれて、洗脳されちゃうという恐ろしさなんですよね。出雲甲板には米軍の F35 を載せるそうで、米軍に買ってやったようなものということですね。出雲はもう莫大な改修をして F35 が着発進できるように改造するというバカみたいなことをやったんですね。メルヘン長尾さん、お茶こんばんはですね。ありがとうございます。ということで今日のメインテーマはそういうことでした。時間が56分5秒ですね。視聴されている方が同時期で49名様、全体で48名様、181名様で、コメントが41件ですね。ということで今日のメインテーマのポイントだけ、アップしますね。ジム・ロジャーズの今日読んだところをアップします。アキさん、お茶爆10いつもありがとうございますと。からメルヘン中尾さんは D 層ですと。こんばんは。私はかつていくつかの宗教に関わったことがありますと。彼らは心の隙間をうまく見抜くんですよと。すごい能力ですと。そういうことですよね。ということで、そうか、今日のメインテーマ。日本の新聞社の問題っていうのは、共同通信とか時事通信の配信記事をベースにして元の情報源を自ら調査し検証する作業をはしょってですね、配信記事を正しいものとして、記事化するというのが常態化しちゃってるんですね。だからこういうふうな全く10勝3敗のところを全勝したというような誤った記事になっちゃうんですね。で、特に地方新聞っていうのはほぼ社説までもですね、共同通信の社説を写しちゃうというとこまで行っちゃってるみたいですね。社説ぐらい自分たちで書けよと思いますけどね。長州新聞を見ろよと。あれほど長い文章を調査報道できてるわけですよ。で、この時事通信の配信記事を元にして他の日本のメディアは同じ論調の日本が勝利したという記事を垂れ流したということ。しかし同じテーマを扱っているハンギョレ新聞を読むとですね、日本のマスコミの報道は嘘だというのが分かるんですね。ハンギョレが判定勝ちしたというのは正しい表現なんですね。10勝3敗ですから、日本は 3勝10敗ですから、判定負けしてるんですよ。それを全勝したかのように記事で垂れ流していると。すなわち日本が勝利したのは
13個の争点の中の3つだけと。で日本のマスコミはこの3つの勝利だけを取り上げて10個の敗北を隠して日本が完勝したと報道したと。これはひどいんじゃないと。で韓国のハンギョレ新聞が判定勝ちしたという表現は正しいんですね。で日本のマスコミは事実をねじ曲げて嘘を垂れ流しても読者にはバレないと思ってるだろうが、1942年6月のミッドウェー海戦参照記事ナンバー4かの大敗北を大勝利と大本営大嘘をついて、ここまでですね。ついて大本営発表した戦前と違って今はインターネットのおかげで嘘はすぐバレるんだということですね。だから嘘とは気がついてないっていう、おそらくこの朝日にしろ産経にしろテレビ朝日にしろ FNN にしろ日刊現代にしろ直接これらの記事を書いた記者たちは嘘を書いたとは認識してないんですよね。ハンギョレ新聞読まないから、他の媒体と比較しないから。で日本のマスコミが安倍自公政権の外部に敵を作るというファシスト戦略に加担して、韓国を敵にして喧嘩感情を煽り愛国心を刺激して、意図的な世論誘導しているということがすぐバレちゃったんですね。というのが今日のメインテーマでした。そして今日のトピックスですね。1番、目玉は進次郎というお寒い組閣、こんな内閣が持つのかという日刊現代ですけど、持つんじゃなくてこんな内閣はとっくの党に打倒しないといけないんですよね。我々が。そっか、このメインテーマの参照記事の URL だけでもアップしておきますね。これが元記事の時事通信の記事、そして、これがハンギョレの URL が長いんで2つに分けますね。でミッドウェー海戦とは、日本海軍が投入した空母4艘とその搭載機約290機すべてを喪失するという大敗北をして残りの空母は2艘になったと。もうこれでもう完全にやめればよかったんですよ。降伏すべきだったんですよ、この段階で。ということです。
今日のトピックスですね。日刊現代。日本会議改憲内閣ですよ。第4次安倍内閣。おそらく来年の1月に彼は突然記者会見して大義名分、改憲を大義名分にした解散、衆議院解散するでしょうね。総選挙を仕掛けてくるでしょうね。社説だから我々はあらゆる手段を持ってですね、それを粉砕しなくちゃいけないということですよね。ハンギョレ社説ですね。強行右翼重用した安倍首相、韓日関係の悪化が懸念されるというハンギョレ新聞の社説ですね。からリツイートでこれですね、橋本氏の名誉を毀損ということで賠償命令を大阪地裁が出したという、こんなバカなリツイートしただけで名誉毀損に当たるっていうのは何なんだと。これ大阪地裁のこの判決を書いた裁判長の名前が出てないんですね、この読売新聞。ほぼ出ないんですよね、裁判官の名前っていうのは。だからこれ調べて、でこいつをあれですよ、面会させるような運動しないといけないですよね。ふざけてますよね。リツイートしただけで名誉毀損に当たるっていうのはもう完全にこれは最高裁事務総局の直接の命令でこういう判決を出させたんですよね。安倍のお友達橋本徹に勝たせたという安倍の判決ですよ。これアベノミクス、安倍のオリンピックに続いて安倍の判決というのがずっと続いてるんじゃないですか。だから原発の再稼働に対して反対派住民が差し止め等々やっても、一審ではどうですか、大津地裁等々で、住民側に勝訴するんですけど、必ず二審高裁段階で全部ひっくり返されて、現在では一審ですでにひっくり返されるというところだって、安倍の判決ですよね、これね。安倍の裁判とアベノミクス、安倍のオリンピック、そして安倍の判決というとんでもない事態が日本で起こっているということですね。から次、英議会の閉会は違法とスコットランド裁判所が判断と、ジョンソン氏に新たな、だからイギリスの昨日じゃないや、火曜日か、イギリスは成文憲法がないとんでもない国だということなんですけど、裁判所は日本よりまだ まともに機能しているようですね。スコットランド高等民事裁判所がこのような判決を出したということで、それはそうですよね。で最高裁が審理すると上訴したんですね、ジョンソンがね。でももう負けるでしょ。だって自分の都合の悪いことに関して議会で討論させないために閉会させちゃうという。日本はまかり取ってるんですよ、これ。憲法第7条の天皇の国事行為の名の下で、憲法第7条2項で、天皇は内閣総理大臣の助言と承認のもとに、国会を召集するという召集権を与えちゃってるんですよね。だからいつも言ってますように、憲法第7条の第2項第3項
第2項が国会を召集する、第3項が衆議院を解散すると、この文言が巧妙にですね、国事行為の文言じゃなくて国政行為の文言にすり替えられている。これは GHQ マッカーサーですよ。そのことによって、いわゆる米国の傀儡政党、後の自民党ですよね。その当時は自由党、吉田茂の自由党と、それから鳩山一郎の民主党、2つに保守が割れたんですけど、1955年に CIA の資金で保守合同させて、永久戦犯の岸信介 CIA のスパイに、させて、米国の利益のために働けということで命を助けた岸信介を自由党、保守合同した自由党の幹事長にして、3年後に彼が首相になって、そして今でも続く米軍による日本の軍事支配、政治支配の法的根拠である日米安保条約、60年安保、これを強行採決成立させたんですね、岸信介で。その孫が安倍晋三ということなのね。沖縄戦末期、本土決戦に備え小中学生に爆弾を抱いて、そうですね、戦車の下に潜り込む訓練をしていたと。住民は道具まるで、ボコハラムとまさにそうですね、ボコハラムですね。子供に自爆攻撃させると、ボコハラムですね。それからパク・クネ前大統領、外部の病院で手術入院決定ということで、ハンギョレですね。彼女写真がありましたけど、ものすごく老けましたね。刑務所に勾留されてて、なんか左肩が悪化して手術しなくちゃいけないということで、法務部が手術、外部の病院での手術入院リハビリを許可したということですね。それからパリなどフランス5都市、殺虫剤の使用を禁止、これは画期的ですよね。殺虫剤っていうのは虫を殺すだけじゃなくて、人間含めた他の生命、をも生命に、危害が及ぶということで、殺虫剤の禁止と。とりあえずパリなどの5都市ですけど、おそらくフランスのことですから全土に広がるんじゃないですかね。で、今日の重要情報、小泉進次郎が安倍首相に、寝返った、安倍首相側に寝返った裏に女性スキャンダル、今後は安倍家臣として会見スポークスマンにという安倍晋次郎、とんでもないやつですよね、こいつ。彼が自民党の農林部会の会長をしてた時に、いわゆる種子法を廃止したんですよね。だから彼がまさにジャパンハンドラーズ CSIS からの指令でですね、種子法の日本の種子法種を保護すると、種子を保護するという種子法の廃案を彼にさせたということですよね。だからそういう事実を一切日本のマスコミは隠して、国民に人気のあるという何の根拠もない嘘で、盛り立てて次期首相と有名な女子アナウンサーと結婚したというスポットライトの面だけ当ててですね、
彼を盛り上げて、要するに自民党を救済すると、自民党の延命に手を貸すというのが日本のマスコミのいつもの定番ですよ。これがリーテラーですね。ということで、当然彼のスキャンダルを内調が、北村一がつかみ、そして菅直人がつかみ、安倍晋三がつかんでいるということで、もう彼はそのスキャンダルの秘密がばらされるということの恐怖の中で安倍側に寝返ったということでしょう。ミルキーさん、長期政権の首相、桂太郎、安倍晋三、佐藤栄作、伊藤博文、いずれも現在の山口県田布施村ですよね。まさに分かりやすいですよね。伊藤博文なんか4回も首相してるんですよ。佐藤栄作も何年やってるんですかね。6年から7年やってるんじゃないですか。安倍晋三が桂太郎ともうすぐ首相在任期間が桂太郎を超えるとか超えないとかバカなこと言ってるんですね。ミルキーさんですね。うちは猫がいるので殺虫剤は使えませんと、枯葉剤成分が入っていると。そうですよね。虫を殺すってことは他の生物も殺すってことですよね。ということで今日の放送はこれで終わりですね。現在、日本時間の夜の10時50分ですね。1時間76分経過しました。視聴されている方が同じ時間帯で49名、全体で231名様、コメント数が68ということで、今日もたくさんのコメントとたくさんのコンティニューコインとたくさんのギフトいただきました。ありがとうございました。ということで、明日金曜日、放送ありますので、もしよろしければまたご利用してくださいといつも言ってますように、せめて週末ですので、9時後の放送開始できればなというふうに思ってますので、またよろしくお願いします。お疲れ様でした。終わります。拍手ですね。ありがとうございました。これちょっと読めないですか。和也さんですね。